FX でデイトレードをする場合、私個人の意見では、15分足のデイトレードが一番やりやすいです。私自身は FX で勝てるようになったきっかけが、この動画でもお伝えしたように、4時間足のトレードでした。4時間足である程度勝てるようになった時に、もっとトレード回数を増やして資金効率を上げたいと思うようになりました。その時に、1分足のスキャルピングを考えたのですが、過去にこれで1000万以上失った経験があり、少しトラウマになっていました。そんな時に一番やりやすかったのは15分足のデイトレードで、これが FX での勝ちを加速させるきっかけとなりました。今回はその理由について私の実体験からお伝えしていきます。資金効率がいい。15分足のデイトレードの場合、資金効率がいいというのがメリットです。例えば、4時間足でトレードをしていた時って、トレード回数が少ないことから、資金が眠っている時間が多かったです。また、ポジションを持てば、1日で終わることもあったのですが、気をまたぐことも多く、その間は資金が拘束されていました。これを15分足のデイトレードへ変えたところ、トレード回数が増えて、ポジションを持つ時間も短くなりました。その結果、資金が眠る時間と拘束される時間が減ったことで、お金を効率よく動かせるようになり、4時間足でトレードをしていた頃よりも 1.4 倍近く利益が増えました。トレード回数がちょうどいい。15分足のデイトレードはトレード回数が程よく多いのもやりやすい理由の一つです。例えば、私がスキャルピングで大損をした時って、1日のトレード回数が数十回ありました。ここまで多いと、回数が多くなっていくにつれて、集中力と判断力が低下して、ミストレードが多くなりました。しかも、ミスが増えて損をするほど、イライラが溜まって過剰にトレードをしてしまい、ポジポジ病にもなっていました。逆に4時間足のトレードだと、勝てるようになってきたら、もっとトレードをしたいという気持ちが強くなって、トレード回数が少ないことに物足りなさを感じ始めました。このような問題を解消するのに効果的だったのが、15分足のデイトレードでした。この時間軸のデイトレードだと、当時は1日に1回程度のトレードチャンスがありました。そのため、スキャルピングのように多すぎて疲れることもなく、4時間足のトレードの時みたいな物足りなさも感じなくなりました。程よい満足感を得ながら、無理なくトレードができたのも15分足の魅力でした。適度なスピードで経験値を積める。FX で早く勝てるようになるには、何よりも経験値が必要になります。その経験値を適度なスピードで積めるのも、15分足のデイトレードのメリットでした。1分足のスキャルピングだと、トレード回数がものすごく多いので、経験値を積むにはベストだと考えがちです。しかし、トレード回数が多すぎるせいで、トレードミスが増える上に、ポジポジ病にもなりやすいです。トレードミスが増えてポジポジ病になると、間違った経験値を積むことになるので、逆に大きく遠回りすることになります。実際に私も、この罠にはまったせいで、1000万以上の損失を出したことに加えて、そこから5年以上も勝てない時期が続きました。逆に日足などの長期足でスイングトレードをする場合だと、今度はエントリーチャンスが少なすぎて、経験値を積むのに時間がかかります。本来は時間軸が長いトレードの方が難易度も低いので、正しい経験値を安全に積むことができます。しかし、少しでも早く稼げるようになりたいなら、より多くの経験値がどうしても必要になります。この問題を解消してくれたのが、15分足のデイトレードでした。例えば、15分足のデイトレードで、1日に1回のトレードがあるとします。これだと1ヶ月で20回、1年で240回ものトレードができます。このくらいであれば、スキャルピングのように多すぎることもなく、スイングトレードのように少なすぎることもありません。そのため、15分足のデイトレードは、適度なスピードで正しい経験値を積み重ねるには、ちょうどいいのです。損切りと利食いの幅がちょうどいい。15分足のデイトレードは、損切りと利食いの幅のバランスが取れているので、私にはやりやすかったです。例えばスキャルピングだと、すぐに損切りになるし、利食いにもなりますよね。私の場合は、すぐに損切りになると怒りが湧いてきて、リベンジトレードやポジポジ病が発生していました。また、すぐに利食いになると、利食い直後はいいのですが、
その後に大きく伸びていくと、取り残した気分になって、ストレスが強くなりました。逆に、4時間足のトレードになると、利食い幅が大きくなるので、決済するまでに時間がかかることが多くなります。当時は、利食いになるまでの時間が長いと、この含み益がなくなったら嫌だな、という気持ちが強くなってきて、少しストレスを感じていました。これが15分足のデイトレードになると、損切りに関しては、スキャルピングのようにすぐに損切りになることはなく、4時間足のトレードほど損切り幅は広くなりません。また、利食いに関しても、100キップス以下であれば、あまり時間をかけずに取れるので、利食い後に伸びても悔しさは少ないし、含み益に耐えるストレスも減らすことができました。このように、15分足のデイトレードは、損切りと利食いの幅がバランス良くて、私にはちょうど良かったので、トレードのストレスが減ってやりやすかったです。ちなみに、適切な損切り方法と効果的な利食いを知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。悪い癖がつきにくい。15分足のデイトレードだと、悪い癖がつきにくいのもいい点です。例えば、私がスキャルピングをしていた時って、1日に何十回もトレードをしていたので、ポジションを常に持っている状態でした。これが毎日続くと、ポジションを持っていないと落ち着かなくなって、余計なトレードがものすごく多くなりました。いわゆるポジポジ病です。しかも、この状態で負けが続くと、悔しくて取り返そうとしてしまい、さらにポジション量が増えました。これがさらなる負けを引き起こしただけでなく、リベンジトレードにもつながり、資金を溶かすスピードが爆発的に加速しました。こんなことを続けていくうちに、ポジポジ病やリベンジトレードが完全に癖になり、ここから抜け出すのに何年もかかって、ものすごい苦労しました。一方で15分足になると、スキャルピングのように常にポジションを持つようなことはありませんでした。1日に1回トレードがあるかないかぐらいなので、落ち着いてトレードができます。落ち着いてトレードができれば、ポジポジ病などになるリスクが大きく減るので、悪い癖がつきにくくなります。悪い癖がつかなければ、余計な負けを防ぐことができるので、これが成績アップにつながるといういいサイクルでトレードができました。この経験からも、悪い癖がついて遠回りするのを防ぐには、15分足のデイトレードは最適な選択肢のうちの一つだと私は考えています。以上は15分足のデイトレードの特徴になるのですが、簡単にまとめると、資金効率がいい、トレード回数がちょうどいい、適度なスピードで経験値を詰める、損切りと利食いの幅がちょうどいい、悪い癖がつきにくい、といったように、いろんな場面でバランスが取れているので、デイトレードをするなら15分足が一番やりやすいと私は考えています。15分足でデイトレードをする際のデメリット。ここまで15分足のデイトレードがやりやすい理由についてお伝えしてきました。しかし、15分足のデイトレードにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。マルチタイムフレーム分析が必要。15分足のデイトレードをする場合、15分足だけを使ってトレードをすることはなく、他の時間軸も見る必要があります。例えば、1時間足や4時間足で全体のトレンドを把握する。15分足のトレンドを把握する。1分足や5分足のトレンドを把握してエントリー。といったように、複数の時間足を同時に見てトレードしなければいけません。これをやらないと、1時間足では上昇トレンドなのに、15分足が下落トレンドなので振ったら損切りになってしまった。なんてことが起きやすくなります。長期の時間軸での流れと短期の時間軸での流れをうまくシンクロさせる必要があるので、チャート分析が複雑になります。そのため、マルチタイムフレーム分析が苦手だと、15分足のトレードで安定した結果を出すのは難しくなります。もし、複数の時間足を見てトレードをするのが苦手なら、この動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。チャートを見る時間が必要。15分足のデイトレードになると、比較的短期のトレードになるので、チャンスがそれなりにあります。ということは、チャートを見る時間がある程度ないと、トレードチャンスを逃してしまいます。よって、仕事が忙しすぎてチャートを見る時間が全然取れない。といった場合は、15分足のデイトレードには向きません。私の経験上では、
1日に最低2時間から3時間ぐらい連続してチャートを見る時間が欲しいところです。もし、このぐらいの時間が取れないなら、時間軸を大きくしたトレードへ変更するのがいいと思います。実際に私自身も、会社員の時は時間がなかったので、時間軸を4時間足にしてトレードをしていました。4時間足のトレードでも安定した結果を出すことができたので、時間がない場合はおすすめです。もし4時間足のトレードについて詳しく知りたい場合は、この動画を参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。複数通貨で同時にチャンスが来ることもある。15分足をメインにトレードをしていると、トレード回数がそれなりに多くなります。そのため、複数の通貨をトレード対象にしていると、同時にエントリーチャンスが来たりします。こうなると、エントリー前の監視が大変になって、ミスが起きやすくなります。また、複数通貨を同時にトレードすると、拘束される資金の金額も大きくなるので、証拠金維持率がきつくなってきます。国内の FX 業者を使っている場合、レバレッジが25倍までなので、特にきつくなります。だから、もし複数通貨をトレードするなら、2、3通貨ぐらいまでに絞ってトレードするのがいいです。また、トレードする通貨に関しては、相関がある通貨は避けた方がいいです。例えば、ドル円、ユーロ円、ポンド円などは、ドル円の動きにつられて同じような動きをすることが多いです。こうなると、この3つの通貨が同時にエントリーポイントに来たりするので、ミスが起きやすくなります。それであれば、ドル円、ユーロドル、ポンドドルといった相関があまりない通貨をトレード対象にした方がいいです。15分足のデイトレードが向いている人。デイトレードをするなら15分足が一番やりやすいのですが、そうは言っても人によっては向いている場合とそうでない場合があります。そこでここからは15分足のデイトレードに向いている人についてお伝えしていきます。FX 中級者。FX 歴が1年以上あるような FX 中級者の人は15分足のデイトレードに向いています。なぜなら FX 中級者というのは全体の流れを判断する力、水平線を引く能力、マルチタイムフレーム分析といった15分足で勝つために必要な能力が揃っていることがほとんどだからです。こういう人の場合、あとは経験値を積み上げていくだけで FX で勝てるようになる状態にいます。そうなると、トレード回数がそれなりにあって、適度なスピードで経験値を積める15分足は中級者にとって最適だと考えています。FX に使える時間がそれなりにある。15分足のデイトレードだと、1日1回程度のトレードチャンスがあることが多いです。そのため、FX に使える時間がそれなりにあると、チャンスを逃さずに済むので、15分足のデイトレードをうまく活用することができます。特に夜の7時以降は、相場の値動きが良くなってチャンスも増えるので、この時間以降にチャートを見れるなら、15分足が向いています。短期と長期のトレードが性格的に合わない。例えば、スキャルピングだとトレードに忙しすぎてストレスになる。もしくは負けやすい。逆に時間軸が大きいトレードだと、決済までに時間がかかって、それがストレスになる。このような場合は、15分足のデイトレードが向いています。15分足になると、スキャルピングほど忙しくないし、時間軸が大きいトレードほど、決済に時間はかからないので、ストレスも少なくなります。それでいて、トレード回数もある程度確保できるので、うまく自分の性格や生活環境に馴染んでくれると思います。以上は、15分足のデイトレードに向いている人の特徴になります。もしあなたがこれらに当てはまるなら、15分足のデイトレードを試してみてもいいかもしれません。自分に合ったトレードスタイルが見つかるだけで、勝てるまでのスピードが一気に加速します。15分足のデイトレードなら、どんな手法がいい？ 15 分足のデイトレードがやりやすいとはいえ、どんな手法がいいのか疑問に思うこともありますよね。ここに関しては、どんな手法でも大丈夫です。今使っている手法が自分に合っていると感じているなら、15分足にそれを合わせて調整すれば十分使えるはずです。私の場合は4時間足で勝てるきっかけをつかんだのですが、その時に使っていたのがトレンド中の押し目買いと戻り売り、トレンド転換後の押し目買いと戻り売りといった手法でした。これをそのまま15分足に使っていました。ただ15分足のデイトレードだと
マルチタイムフレーム分析が必要になるので、この手法、1時間や4時間足でトレンド確認、15分足でトレンド確認、1分から5分足でエントリー、といった感じに調整してトレードをしていました。シンプルすぎて拍子抜けしたかもしれませんが、ここまでの継承と実践経験から、私の場合は、この手法が一番トレード成績が良かったので、これを使いました。15分足のトレード例。では、参考までに私の15分足のトレード例を紹介します。まず私の場合、1時間足で全体の流れを確認するところから始めます。例えば、現在の1時間足のチャートが次のようになっていたとしましょう。このチャートを見ると、下落トレンドになっていますよね。ということは、買いたい人よりも売りたい人の方が多い状態なので、売りを狙っていく場面です。そしたら次にどこで売りを狙うかですが、相場参加者に意識されて、判定しそうな場所へ水平線を引きます。今回であれば次のような感じでしょうか。水平線を引いたら、あとはレートが戻ってくるまで待機です。ここで我慢できずにトレードをすると、負ける確率が高くなるので、とにかく我慢することが重要です。では、その後の動きを見てみましょう。水平線を引いた場所までレートが戻ってきました。こうなったら次は15分足を見て、現在の状況を確認します。この時の15分足が次のようになっていました。15分足でもいい感じで下落トレンドになっているのですが、戻り方を見ると少し強い状態です。このまますぐにエントリーをすると、この上昇の流れに飲み込まれて損切りになる確率が高いです。そのため、ここからは1分足へ変えて、細かいエントリータイミングを見ていきます。この時の1分足が次のようになっていました。1分足を見ると、高値と安値を切り上げているので、短期で上昇トレンドになっています。つまり短期では、売りたい人よりも買いたい人の方が多いので、ここですぐにエントリーすると、短期の上昇トレンドの波に飲まれて、損切りになる確率があります。だから、すぐにはエントリーせずに、しばらく様子見が必要なので、少しローソク足を進めてみます。水平線で反応して下がりました。ここで少し入りたくなりますが、まだエントリーはしません。なぜなら、短期ではまだ上昇トレンドなので、ここから押し目買いが入ってくる可能性があるからです。よって、もう少し様子見をするために、ローソク足を進めてみましょう。やっぱり押し目買いが入ってきてますね。しかも現在の状況を見ると、ダブルボトムができているので、ここからさらに上昇しそうです。そのため、ここでもまだ我慢です。ではもう少しローソク足を進めてみましょう。レジスタンスラインで反応して下がってきたのですが、まだ安値を切り上げているので買いが入ってきそうです。これだとまだ売れないので、さらにローソク足を進めてみます。いい形になりましたね。レジスタンスラインで3回抑えられている状態です。この動きによって短期の上昇トレンドに乗って買っている人たちは、レジスタンスラインで3回も抑えられている。じゃあ、そろそろ逃げないと危なそうだな、と考え出して、買いポジションの決済をしてきます。買いポジションを決済するということは、反対売買になって売りになるので、下落する一因になります。さらにこれに加えて、全体の流れは下落トレンドなので、売りを狙っている人たちが多くいます。この人たちもこの形が出ることで、レジスタンスラインで3回も反応している。下落トレンドだし、ここから売ろう、と判断して、新規で売りエントリーをしてきます。つまり、買いポジションの決済、新規の売りエントリー、この2つのアクションが起きることで、ここから下落していく可能性が高くなりました。よって、この次のローソク足で売りエントリーをしていきます。この時の損切り位置は、レジスタンスラインを上抜けた場所で、マイナス15ピップスになります。15分足で見ると、次のような感じです。また、利食いに関しては、15分足の直近安値をめどにして、プラス45ピップスになります。これであれば、損切り幅に対して利食い幅が3倍あるので、優位性が高いトレードですよね。では、エントリー後の動きを見てみましょう。エントリー後は、あまり逆行されることなく、すんなり下がって利食いになりました。ちなみに、
この時は1時間半程度で利食いとなりました。このぐらいのポジション保有時間で45ピップス取れればかなり効率的です。仮に損切りになったとしても、マイナス15ピップスの損失で済むので、リスクリワードも十分です。このような感じで、シンプルなトレード方法でも、丁寧にチャートの動きを見ていけば、精度の高いトレードが可能になります。これを15分足のデイトレードでやると、かなり資金効率よくトレードができます。私もこういったシンプルなトレードを繰り返すことで、FX での価値が加速していき、着実に利益を積み上げることができました。もし、このようなトレード方法について、もっと見てみたい場合は、これらの動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。15分足のデイトレードで使えるテクニカル。FX でトレードをする場合、いろんなテクニカルがありますよね。そのため、どんなものを使えばいいか迷うこともあると思います。そこでここでは、私が実際に使ってみて良かったものを紹介します。移動平均線。まず一つ目は、移動平均線です。これは、FX をやっている人なら、誰しもが知っているテクニカルですよね。これは、トレンドに沿った押し目買いや戻り売りの時に、特に力を発揮します。私が15分足のデイトレードへ変えた時も、トレンド中の押し目買いと戻り売りを狙う手法だったので、このテクニカルは役に立ってくれました。例えば、上昇トレンド中の押し目買いを狙っている時に、MA を上抜けたら買う方法があります。さらにこれ以外にも、MA をサポートやレジスタンスとして利用する方法もありますよね。このような感じで、トレンドに沿ったシンプルな手法を使う場合、MA はかなり使いやすいテクニカルです。MA の数値は何を使えばいいの？ MA を紹介すると使えることは分かったけど、どの数値を使えばいいの？なんて思うこともあるかもしれません。これに関して言えば、正直何でもいいです。あなたのトレード手法のエントリーポイントと重なるような数値を探して使えばいいでしょう。そうすれば、エントリーの根拠は一つ増えるので、より自信を持ってトレードができますよね。ただ、私の経験上の話をすると、20から25、200、このあたりを使っておけば十分です。これらの数値は、FX トレーダーなら誰しもが知っている数値です。誰しもが知っているということは、それだけその数値が使われることが多い証拠なので、反応しやすくなるからです。もし、MA についてより詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。チャートパターン。次におすすめのテクニカルは、チャートパターンです。例えば、ダブルボトムやダブルトップ、三尊や逆三尊などのことです。これらを併用すると、トレードの精度が上がりやすくなります。例えば、このチャート画像の黄色丸でエントリーするような感じです。なぜこのような場所でエントリーをすれば精度が高いのかというと、これは大衆心理を考えればわかります。まず、押し目買いを狙うときって、エントリー時は短期の下落トレンドになっているので逆張りになりますよね。そのため、仮にエントリーをしても、短期の下落トレンドが継続して、損切りになることもあります。しかし、安値更新をせずに反発し出すと、短期の下落を狙って売っていた人たちが、あれ、安値を更新しない。ってことはここから上がるかも、と不安になって、売りポジションの決済をしてきます。さらにこれに加えて、本来は上昇トレンドなので、買いを狙っている人たちもいます。ダブルボトムができそうなのを見ると、買いを狙っている人たちも、安値更新に失敗したな。ってことはここから上がりそうだな。と判断して買いエントリーをしてきます。この2つの思惑によって、レートが上がりやすくなるので、押し目買いをするときに、ダブルボトムを使ってエントリーをすると、精度が高くなるのです。さらに、ダブルボトムのネックではより精度が高くなります。まずダブルボトムを作ったことで、レートが底打ちをしたと考える人が多くなります。しかもこの時は上昇トレンドなので、なおさらそう考える人が多いです。そしてそこからネックを上抜けると、短期の下落の流れが終わったと判断する人が一気に増えるので、より一層買いたい人たちが増えてきます。こうなると、ダブルボトムのネックまでレートが戻ってきた時には、そこをサポート位置と見て、一斉に買いが入って上昇していきます。こんな感じで、トレードにチャートパターンを加えると、よりトレード精度が上がるのでおすすめです。
もしチャートパターンについてさらに詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。まとめ。今回はデイトレードをするなら15分足のデイトレードが一番やりやすい理由をお伝えしてきました。15分足のデイトレードになると、資金効率、トレード回数、経験値の積み上げ、損切りと利食いの幅、悪い癖がつきにくい、といったように、すべてのバランスがちょうどいいので、かなりやりやすいです。私も4時間足のトレードで勝てるようになってから、15分足のデイトレードへ変えたら、FX での勝ちが加速しました。もしあなたが、無理をせずに、FX での勝ちをできる限り早く実現したいと感じているなら、15分足のデイトレードを試してみる価値があるかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。